こんにちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミシン初心者様に合わせて作りやすいバッグや布小物などを音声で丁寧に作り方の紹介をさせていただいています。2023年からは音声で解説するようになりましたので、よりね分かりやすくなってるかなと思います。で、それまではテロップで紹介してきました。で、これからはですね、そのテロップを使って紹介してきた動画にも音声を追加して動画を公開していこうかなと思っていますので、よかったらこれからもチャンネル登録をいただけると嬉しいです。また気になる動画が過去にありましたら、この動画をねテロップじゃなくて音声で聞きたいなっていうリクエストがありましたら参考にさせていただきたいと思っています。それからネイジの小部屋というサブチャンネルがあるんですけれども、これまではサブチャンネルの方で掲載誌の方と、あとワークショップのお知らせだったりとかオンライン講座の紹介などもしていたんですけれども、もうね旅行がメインになっていきそうなので、旅行とか日常をメインにVlog として紹介していきたいなと思いますので、これからは掲載誌の紹介もこちらのメインチャンネルの方で紹介していきたいと思いますので、よかったらお付き合いいただけると嬉しいです。で、早速紹介していくのがこちらですね。2月7日だったかな、2月8日かな、発売になりましたコットンタイム3月号になります。今回ね作品の紹介はないんですけれども、こちらにですね北欧のこの旅で出会った布機構という特別付録みたいなね冊子の方が掲載になりましたのでお知らせしたいと思います。すでに旅行の Vlog の方を見てくださった方はご存知かなと思うんですけれども、こちらはですねコットンタイムの編集部の方がぜひ記事にということでリクエストいただきまして、私も記念になるかなと思って情報をシェアさせていただきました。今回全てね撮影してきたもの全てスマホで撮っています。でスマホで撮ってるものなんですけど、だいぶね綺麗に撮れてるので、私も届いた時びっくりしたんですけれども、こんな感じで海外の手芸店、これから海外に行かれる方とかもですね、旅行だけでなくその行った先で手芸店を探して見つけてくるというのをちょっとテーマにすると楽しい旅行になるんじゃないかなと思って、参考になればと思っています。で今回大きなテーマは北欧だったので、北欧で出会った布をメインに紹介しています。これまで過去にもですねベトナムだったり台湾行ったりとか、あとベルギーとか、これまで旅行してきた先でも手芸店の方紹介はブログの方でしています。リンクの方は概要欄に貼っておこうと思います。で今回はマリメッコのアウトレットは紹介できなかったんですけれども、 YouTube こちらの方で紹介していますので、こちらテロップが出るかなと思います。こちらの方で紹介してます。で今回メインはですね、やっぱり北欧ということでヘルシンキ初めて行きました。でその時にマリメッコのアウトレットに行ったんですよね。でヘルシンキといえばやっぱりマリメッコを国民的に愛されてるブランドなので、私も楽しみにしていたんですけれども、で残念ながら今回のこちらの冊子の方にはマリメッコアウトレットの方は紹介ができなかったんですけれども、その代わりにですねこのユーロカンガスっていうところ、こちらの方のお店の紹介をさせていただいています。こちらもですねお店の方に実際もう許可をいただいて、動画もサクッとですけどね撮っています。で写真の方も撮らせていただいて、そちらはですね掲載させていただきました。でこちらは全てですね編集部の方で掲載の許可をお店の方で取っていただいたものなので、全て私はただ個人的に旅行してきたものなんですが、こちらの写真もお店の方が確認していただいて掲載いただけるよということで今回のこういう形になりました。結構ねフリマに行ったりとか、あとアラビアのデザインセンターも行ってきた時の様子が紹介されています。よかったらコットンタイム3月号現在書店で販売中なので、こちらの方も見ていただけたら嬉しいです。色もねなんかマッチしてますよね。表紙と春のグリーンの色になってます。表紙もね可愛いショコランジュさんの作品になってますよ。よかったら書店の方で気にかけていただけたら嬉しいです。あとオンラインショップ Amazon とか楽天でも販売中なので、もしかしたら完売してるかもしれないんですけれども、手作りの方の作品の方はですね結構春らしい作品がたくさん載ってますので、皆様手作りこれから始められる方にも参考になるんじゃないかなと思います。こちらのね冊子の方も
旅先に連れて行っていただけたらと思います。ちなみにこのユーロカンガスはヘルシンキ大聖堂のすぐ近くにもあったんですよね。私それ知らなくって、マリメッコアウトレットの行ったついでだったかな、2日目に行ったんですけれど、1日目はねもうマリメッコアウトレットではほとんど潰れちゃったので、布を見てるとねあっという間に時間が経っちゃって、その日はマリメッコアウトレットだけで終わったなんていう日がありました。でその翌日にマリメッコアウトレットにもう一回行ったんですよね。ランチを逃してたのでもう一回行って、その帰りにこのユーロカンガスに寄りました。2駅ほど離れたところにあるので、ちょっと知らない土地に行ってみるのも楽しいかなと思います。よかったら参考にしてください。それから今日はもう一つお知らせがあります。こちらのコットンタイム、これはね2022年に発売された7月号のコットンタイムになります。こちら見覚えある方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、なんとねこちらの表紙になったこの生地はですねデッドストックの生地なんですけれども、こちらをですね明治のオリジナル生地としてデザインをさせていただきました。それで出来上がった生地が現在予約販売中なんですけれども、すでにデッドストックのものなんですが、さすがにこのデザインそのまま使うことはできないので、少しずつ修正を加えてデザイナーさんに手伝ってもらいながらオリジナル生地ができましたので、そちらの方も概要欄に貼っておきます。こちらは予約販売が終わっている場合もありますので、その場合はご容赦ください。今回はこちらのお知らせはですね、なんと防具学園でこれまで東海って手芸店の東海とオンライン講座をしていたんですけれども、昨年の12月に一旦それが終了しまして、今回は防具学園独自のオンライン講座が始まることになりました。そこで私の講座の方もまた再開することになりまして、こちらのこの作品を作ってみようと思います。実はですね今年も5月から6月にかけて1ヶ月間また一人旅に出かける予定です。その関係もあって4月に講座をスタートすることができなくて、6月に2回の講座になっています。なので2回でこのバッグを作ることになります。これからですね裁断済みのキットが届くことになります。なのでこれからはキットが届いたらもうすぐ縫うことができるようになってるんですね。そういう風にちょっと新しいオンライン講座が始まりますので、そちらの紹介も少しねさせていただきたいなと思います。で実際に作る作品がこちらになります。デッドストックのままだともう蘇ることがなかったこちらの生地をですね明治のオリジナル生地として紹介することができましたので、実際に作るのはこのシーチングの薄い生地なんですけれども、後ろ面はこのちょっとブルーグレーがかったストライプを採用しています。掲載では内側をストライプにして後ろ面を黄色にしてるんですけれども、今回はこのストライプがちょっと薄い生地なのでどうしてもこの花柄の方に透けてしまうので、内側をちょっと春色の黄色の生地に変えています。小さなポケットがついています。歯切れを生かした感じのデザインになっていますので、結構無駄なく使えるんじゃないかなと思います。ただねもう裁断済みなので無駄になることもないとは思うんですが、この切った部分でできるのがこのコースター、2枚のコースターになります。だからね無駄もなくカットされたキットを用意するんですけれども、そのカットされたものもこういうふうに歯切れで使うようになりますので、こちらのコースターに関してはご自身で実際にカットしていただきたいなと思うので、裁断済みのキットが用意された時にそのカットして歯切れが残るんですけれども、それも実際に使って無駄なくキットを作っていこうかなと思っていますので、よかったらご検討いただけると嬉しいです。コースターが2枚とトートバッグ、ワンハンドルのバッグができるようになります。このワンハンドルのトートバッグはもうねすでに作られた方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらはね底にダーツがついています。でこちらのトートバッグ作り方 YouTube でも紹介していますので、オンライン講座を受講してもしねアーカイブとかも残ると思うんですが、それでも間に合わなかった場合YouTube の方をご覧いただくこともできますので、しかも同じ生地で作れるし、裁断済みこういうね
カーブのところの裁断済みなので、これは定規を使って作りましょうっていうふうに紹介してるんですけど、ない方はこちらお皿のカーブを使いましょうっていうふうに紹介していると思います。なんですけれども、こちらはもうカット済みなので、もう届いたら実際に作り方から始めることができるという、とてもね効率のいいバッグになってます。オンライン講座の申し込み方法に関しましては、概要欄の方でリンクを貼っていますので、そちらをご覧になっていただけたらと思います。これからね暖かくなってきて、春もすぐそこまで来てますので、皆様一緒に手作りを楽しみましょう。ちなみにこちらのサイズは掲載のサイズより少しだけサイズアップしています。掲載しているこのねポーチとか、あと広げると大きなトートバッグになるナイロンのバッグと、ちょっとした小物を入れられるファスナーポーチ、こちらもね全て動画の方紹介してますのでご覧いただけたらと思います。このぐらい入れてもね結構スマートに持ち歩くことができます。そうそう、もう一つありました。今年の5月にも一人旅を計画しています。でその時はですね YouTube もまたVlog に変わってしまうんですけれども、海外の手芸店を巡るというテーマは変わらないので、こちらのメインチャンネルの方で紹介させていただきたいなと思っています。ちなみに次回5月の旅先はフランス、スペイン、ポルトガル、モナコ、モロッコ、ヘルシンキ、フィンランドですねになります。何かおすすめなどありましたらコメント欄から紹介いただけると嬉しいです。あと YouTube もですね縦動画のライブ配信がスタートしたっていうか、もともとやってたかもしれないんですけど、なのでインスタライブではなく YouTube ライブの方で、こちらの方で紹介しながらですね一人旅の方も紹介していく動画を作っていきたいなと思っていますので、よかったらそちらもご覧いただけると嬉しいです。作り方がねメインのチャンネルなんですけれども、これからはねいろんなこと発信してちょっと試しにいろいろ楽しんでいけたらと思いますので、引き続きですねチャンネル登録もいただけると嬉しいです。それからショート動画っていうのが1分に満たない動画なんですけれども、そちらの方で縫い方のコツとかポイントをちょこっとずつ紹介しています。一度に例えばこのコースターを作りますっていう動画になると長くなってしまうんですけれども、例えばこのタブだけを作りますとか、際だけを縫いますとか、角だけを縫いますとか、そういう細かいところも紹介していこうと思いますので、ショート動画もですね結構頻繁にアップしてますのでチェックしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。